皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前回のビデオで無次元数は無次元変数と無次元パラメータからなること、また無次元数は数式モデルを使ってシステム解析を行う際に大きく貢献することを述べました。今回は理解をさらに深めていただくため、無次元数のもう一つの例として固定化交差反応の微分方程式についてお話しします。今回使用する式は少し難解です。しかしここでは無次元数の本質しか述べませんので、無次元数を利用することの利点が何かをしっかりと理解するように努めてください。皆さんは酵素が生物にとって生命維持のために不可欠な触媒であることを知っていますね。酵素は高分子でありながら奇跡的に水に溶解します。また酵素ごとに決められた反応だけしか触媒しないという特徴を持っています。そこでこれを有用な物質生産に利用する考えが生まれました。酵素の反応を行う一番簡単な方法は、基質を溶かした水溶液中へ酵素を加え、一定時間攪拌した後に生成物を回収することです。しかし酵素はまだ作用する力を持っているのに一緒に回収されてしまいます。これは酵素が水によく溶けるため生成物との分離が容易でないからです。そこで酵素をさまざまな固体材料の表面や内部に付着させた固定化酵素の利用が検討されるようになりました。固定化酵素を使って一定時間反応を行うと、反応液から生成物ばかりでなく酵素も分離回収することができ、その結果酵素の繰り返し利用が可能となります。以下ではこの固定化酵素反応に対する数式モデルを使い、無次元数に基づく解析の利点を説明します。酵素は多構成の球状粒子内に均一に固定化されています。これを基質が溶解した水中に入れ、この溶液を攪拌しながら反応を行います。液本体中の基質は濃度の薄い箇所、すなわち球状粒子内へ移動し始めます。しかしながら粒子の表面近傍には水中を粒子が動いていても静止した水の領域が存在します。これを強膜と言います。よって基質は最初に強膜内を濃度勾配を推進力として拡散し、その後粒子の中に入り、粒子中心に向かって細胞内を拡散します。この時基質の一部は細胞内に固定化された酵素と遭遇し、その作用を受けて生成物へ変換されます。この拡散と反応が蓄次的に起こる過程は、しばらくすると定常状態に到達し、粒子内には図のような基質の濃度分布が形成されます。その形状は基質濃度が液本体で最も高く、強膜内でわずかに低下し、粒子内で放物線状に低下するようになっていますね。この一連の過程は1式で与えられます。本式の誘導はずっと後の動画でお話しします。微分方程式の左側は拡散項、右側は反応項です。この微分方程式は二点境界値問題と呼ばれます。2回の乗微分方程式なので、特殊解を得るには2個の条件が必要です。これは単体の中心と単体の表面に置かれます。基質が拡散する2つの領域がありますね。粒子近傍の強膜内のものを
強膜拡散、粒子内部のものを最高内拡散と言います。拡散に時間が長くかかることは反応にとって不都合です。基質の移動に必要な時間の大きさを評価しやすくするため、この影響の大きさを拡散抵抗と表します。通常はこのまま式を解き、計算結果から本反応システムの特徴を議論します。これは常套手段の一つですが、私はその前にここに示す式の値を計算します。これは最大反応速度、最高内の拡散係数、ミカエリス乗数、粒子の半径からなる無次元数です。この計算値が10以上であれば、私は粒子内の基質濃度が急激に低下し、粒子の中心付近のコースはほとんど活用されていないと判断します。一方、これが1程度であれば、基質濃度は粒子中心まで高い値で分布していると考えます。この判断に基づき、私は酵素の固定化量を変えること、または基質濃度の大きさを変えることの提案を行います。なぜこの提案が可能なのでしょうか。それでは1から3式を無次元化してみましょう。最初に無次元変数として基質濃度を液本体中の濃度で割った無次元基質濃度 C と単体中心から半径方向の長さを半径で割った無次元長さ X を定義します。これらは0から1の間の正規化された値を取ります。あとはこれらの無次元数を基準に式を変形します。ここでは式の変形過程だけを示しますので、詳細は自分で理解してみてください。そして最終的に6式に到達します。本式には2個の無次元パラメータが自動的に現れるので、これらを定義します。これは C レモジュラスファイとミカエリス乗数を基準とする無次元基質濃度 βB です。これらを6式へ適用すると9式を得ます。本式は1式の無次元式です。また、境界条件の無次元式は10、11式のようになります。ここで11式中の Bi はビオ数という強膜拡散に関係する無次元数です。これは12式で与えられます。以上、求めた式を解くには高度な数値計算法が必要です。これについてはずっと後の動画でお話しします。それでは計算結果について説明します。これらの図は各パラメータを様々に変えた時の最高内の無次元基質濃度分布を示しています。これより無次元基質濃度は φ が大きいほど、また βB が小さいほど単体表面から単体中心へ向かって大きく低下することがわかります。ここでもう一つ強調しなければならないことがあります。無次元基質濃度 C と無次元長さ X はそれぞれ最大の大きさで割ることにより正規化されているため、0から1の範囲で変化しています。これにより計算結果が見やすくなっています。先ほど φ の値により単体内の濃度分布を予測しました。これは私が φ と基質濃度分布の関係を知っていたからです。有次元の世界ではこの無次元数を構成する4個のパラメータが独立して反応速度へ影響を及ぼします。しかし無次元の世界ではこれらは合体して1個の C レモジュラスの形で影響を与えます。これにより
システムの状態を把握することが容易になるのです。異常から明らかなように数式モデルを無次元化することでシステムの本質を理解しやすくなります。数式モデルを構築した場合、単にこれを解いて得られる計算結果を議論するだけでなく、無次元化することによりシステムの本質を見極めるようにしてください。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。